こんにちは、メイです。今年初の島クリエイトは熊の出る山道です。どんな風な熊なのか気になる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回は案内所周りの左から後ろまでぐるっと作っていきます。作る範囲は更地に見えますが、ちょっと目汚しシーンが流れます。マップだとこの辺り。ここの場所にスキー場へ向かう山道を作ります。まずはマイデザインを敷いていきます。山道なのでわだちのある道路にします。山道なのでカーブは必須です。気がついたらわだちが5本に、どうやら三輪車が走っていたようなのでちょっと直します。U ターン専用道路になりました。内輪差があるのでカーブがおかしいのですが気にしません。どこまで道路を伸ばせばいいのかわからなくなってしまったので、一旦奥に崖を作ってから考えます。崖の縦幅は6マスで、道路と同じ幅にします。フータのテントは動かせないのでこのままです。この島のフータには何も与えられていません。中途半端に進捗状況です。案内所の裏までつなげるために、先に案内所裏に崖を作ります。案内所から上に3マス開けたところから2段目を作ります。横は広場のレンガまで、フータ前の崖までつなげます。入り口も崖で埋もれさせてかなり不憫なフータくんです。島民代表はフータのことなど忘れ、崖作りに夢中です。2段目ができたので先ほど作った道路の続きを作っていきます。鬼畜な島民代表が道路の続きを作っています。山道の道路端は整備されていないことが多いので、積もっている雪を敷いています。幼き頃からスキー場へ向かう道路を凝視していましたからね。道路は崖に突っ込みます。1段目の道路が完成です。特に飾り付けられていないのでただの線ですね。山道たらしめるために木を60本ほど植えていきます。たった2区画の間に60本とはまあまあな数ですね。木を植えているだけの動画が流れているのですが、何を見させられているんだろうという気持ちです。メリハリを作るために崖作り、上にも少しだけ木を植えます。哀れなフータのテント横にも植林していきます。オランジェ島では立派な神社の主、シトロン島では自由気ままな自給自足生活。この島ではフータには何も与えられませんでした。低木も木の間に埋めていきます。後でフータの住まいはスキーグッズレンタル店にでもしておきます。崖と目があったら擁壁ができる、そんな感じで流れるように擁壁を作ります。シンプルなパネルをコンクリートリメイクしたものと、マイデザインを使ってツタを生やしたものを飾ります。崖に近づくだけで擁壁ができる特殊能力持ちの島民代表です。ちょっと便利そうだけど欲しくならない能力なのが悲しい現実です。スロープを設置していきます。こちらの車線だけ上に上がります。奥の車線は頑張って這い上がるしかないですね。植林と擁壁作りが終わったので、毎回恒例60本の木の成長を見守る時間がやってまいりました。道路手前の木は道路にかぶらないくらいの大きさで成長止めをしています。植えた場所にもよりますが、M か L サイズがちょうどいい感じになりやすいですね。案内所裏にもスロープをつけていきます。こちら側はスキー場につながるスロープになる予定です。木の成長とスロープが設置できたので、いよいよ飾り付けです。色のところは消します。そして隙間埋め。いつか作ると放置していた場所のいつかがやってきてしまいましたね。田舎さを出すために西部の街並みを置いていきます。木が足りないところは島と練り子を置き、光苔の岩で雪のかぶった荒れ地を表現。雲の舞デザインは今回のために描きました。本日の主役と言っても過言ではなかったのですが、意外と存在感が薄い主役です。森感が足りないところは麦畑で草も生やします。先ほどのクマがいい感じに見えないので位置の調整はします。
こっちみんな状態にできました。道路側を整備していきます。看板も新作マイデザインです。雲と看板のデザインに需要がなさそうなので配布はしていません。ちなみに奥の針葉樹が最大サイズなのは、森の木はかなり背が高いのでそれを表現するためです。ガードレールの代わりに白色の鉄の柵を立てていきます。間が空いているのは山道のガードレールはあったりなかったりするので、それを再現しています。雪で埋もれるのであってもなくても同じかもしれませんね。山道登れるか心配な軽自動車です。山道にいるということは地元の方かもしれません。かなり暗くなってきたので点灯させていきます。スクーターはあまり現実的ではないかもしれません。1段目の道路の飾り付けが終わりました。案内所の真横はこんな感じ。霞んで見えませんが熊が似ています。すっかり風太のテントが見えなくなった風太のテント前道路。こちらに熊はいません。2段目も道路を作っていきます。小さいのと大きいのをチェンジします。道路側が大きいと事故の原因になりますからね。この短い道路のためだけにスロープ2つだなんてもったいないなぁと思いながらマイデザインをしていきます。実は3つ目もつける予定ですが、それはまた後のお話。ここから見える景色も今後作り込んでいくので、今日はその下準備ですね。2段目のマイデザインが敷けました。サクッと飾り付けします。山道は1段目でかなり表現できたと思うので、2段目はかなりシンプルです。ジグザグになるように街灯などを置いていきます。2段目からは落っこちると危ないので、こちらはなるべく柵を立ててあげます。足跡がある場所の前に横断歩道を敷きます。山道の中にあったりなかったりする謎の横断歩道です。車を一旦降りないと確認できないので、実際には行ったことがないけど見たことがある状態のあれですね。2段目の飾り付けが終わりました。雪の道路だけなのでシンプルですね。ここから見える景色はどこかのお楽しみということで、これで全て完成です。ある意味険しい山道作りはいかがだったでしょうか。この島の危険性が増してきていると思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。